はい、ちくわの便利屋です。本日はこちらのフェンスに絡まったツタたち、そしてそのフェンスの奥の草を刈っていくという作業のご依頼をいただきました。家の近所でしたのですごく通いやすくてありがたいですね。しかも天気もめちゃめちゃいいので気持ちよく作業ができるんじゃないかなと思っております。さあちょっと現場調べてみましょう。はい、ツタがだいぶ絡んでますね。そしてこの足場ご用意いただきました。でこの袋に詰めていくといった作業ですね。はい、だいたいこの作業はお依頼主さんが2時間ぐらいでいつもやっておられるそうなんで、僕も2時間を目標にやっていきたいなと思っております。この辺りはねあんまり出てないので、やりやすそうですね。ただ奥にどれだけ草があるかこの辺りが気になるところではありますけども、いよいよ草刈りのシーズン到来って感じですね。はい、ではこれからダイジェスト見ていただきましょう。よろしくお願いします。はい、ということでいつも通り自分で自分の実況中継をさせていただきたいと思います。はい、今回は5周しましたね。まずは表のフェンスの目立つツタを取っていく。そして2周目が裏のフェンスに入って動線確保。3周目が細かくフェンスについたツタを裏から取っていく。で4周目が表のツタをさらに細かく取っていく。で5周目がその仕上げですね。いろいろぴょんぴょん伸びたのを取っていくという作業をやっております。まずね最初1周目が一番見どころありますので4倍速で見てもらってますけども、だんだん速くなって最大40倍速になりますのでご安心ください。そんなに長くお見せするつもりはないので。はい、でも今回盛りだくさんですね。このツタ除去以外に丸太を運んだり高いところでの枝打ち、そして刈った草と枝を処分場まで持っていくっていう作業までお付き合いさせていただきました。はい、それらの映像は最後にまとめてありますので、よければ最後まで見ていただければと思います。はい、走行しているうちに割と大きなものは取れていっているかと思いますけどね。はい、この袋もね用意していただいてたんですけども、今はね律儀に入れてますけど、最後の方、この裏に入ったところですね、たくさん出てきましたので、とても一個一個入れていられないという状態になりました。はい、でもこのブルーシートっていうのはね役立ちますね。いろいろ細かい葉っぱが出た時に一気に運べますので、大きなちり取りだと思ってね使うのもありかなと思いましたけどね。はい、今フェンスから出ているツタが生えておりまして、そちらを今刈り込みバサミで切っていますね。はい、そしてコンクリートとの境目あたりには笹がたくさん生えているんですけども、笹をあまり深く切ってしまうとですね、山から落ちてきた土がここで止めれなくなっちゃうんですね。ですのである程度伸ばしておくっていうことですね。ご近所のマダムがやってきてくれましたね。はい、本当にねありがとうございます、綺麗になったね、ありがとうございますっていうね、すごく感謝の言葉をいただきましたね。はい、ところでお兄さん何歳なのって、45歳、全然若く見えるわね。お母さんいくつなの？70歳超えてるの？そう。それにしても本当に綺麗になったわ、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。といった会話を6回ほどさせていただきました。はい、そして2周目ですね。はい、フェンスの向こう側に入りまして、まず動線を確保しておりますね。ちょっとね歩きづらかったりするので、まず右手のね枝を切ってますね。はい、これを切らないと顔に毎回かかってきて、またその枝にクモの巣とか張ってますので、それがまた顔についたり毛虫とかもいましたので、はい、この辺りですね、どんどん切っていかないと道が作れない、作業ができないという、まず作業の確保するための道を作っている最中ですね。はい、なかなかこれもジャングルっていうかね、本当密林っていう感じですかね。はい、よく茂っております。はい、とりあえずねフェンスからまた飛び出してこないようにしなきゃいけないですからね、フェンスギアを重点的に、はい、まず僕の刈り込みバサミで切っております。はい、こちらはですねうちのお父さん、義理のお父さんが僕の誕生日にプレゼントしてくれたよく切れるアルミ製の刈り込みバサミですね。本当に役立ってますね。でなんかねいろいろこう切ってるうちにね間違って針金とかねたまに挟んじゃうんですけど、その時に刃がかけてないかなっていうねちょっと心配があるんですけども、1年ぐらい持てばいいかなとは思ってますけどね、早くちびていけばそれだけ仕事してるっていうことですからね、出し惜しみせずにどんどん使っていきたいなとは思ってますけどね。はい、そして今3周目ですね。本格的に刈ってますけども、はい、これが、結構やっぱツタがね山の上の方から何本も出てますのでね、とりあえずどこを切っていいか分かんないんで、もうやみくもにとりあえず釜を入れて切ってる最中ですね。で
この切ったやつを下に落とすとすごいいっぱい葉っぱが出てきそうだったので、とりあえず切った状態でここに置いてますね。はい、後々落としていくわけですけどね。今回風が吹いてなかったので本当にやりやすかったなと思います。もし風が吹いてたらもう地獄だったと思います。もうあっちこっちに飛んだのを取りに行かなきゃいけないのでね、やっぱ天候に恵まれるっていうのがね、こういった草刈りの作業においてね、非常に重要かなとも思いましたね。はい、向こうに行ったかと思いきやまた戻ってきましたね。はい、でこの短期間の間にですね、今これ三脚立ててるんですけど、この三脚を回収しようかなと思ったら毛虫が2匹ついてましたね。はい、移動してきてるんですね。別に美味しそうな色してるわけじゃないのに、もう黒い三脚なんですけども毛虫がついてて、回収する時におって思いました。これもしねグローブつけてなかったら完全にやられてたと思います。はい、あと後々また映しますけども、スズメバチの巣も発見しましたね。やっぱり山に入るときはそれなりにね、いろんな状況を覚悟して、そして想定して装備をね充実させてから行かないといけないなっていうことは改めて身に染みましたね。あとアングルもいろいろ考えますね。はい、このね真横がいいのか、こちらから下のアングルでやればいいのか。これちょっとね日が照ってきてかなり暑くなってきたので、車の陰に置いて撮ってました。かなり GoPro で撮ってるんですけど暑くなりましたね。はい、そして今撤去してますね。一旦ここでランチ行きましょうと誘っていただいたので、まず今落ちてる部分だけ取ってこれから移動しますね。はい、これが今30倍速でやってますね。かなり速くテキパキやってるように見えますね。車もものすごく速く走ってるように見えるので危なく見えちゃいますね。はい、ランチタイムは山田うどんいただいてます。ありがとうございます。はい、どうもごちそうさまでした。はい、一瞬で終わったかのように見えますけども、1時間ちょっと休憩取らせていただきましたね。はい、そして回復しまして、今山の方に落としてあった草を、はい、道側に出す作業ですね。はい、そして回収しまして、だいぶすっきりしたように見えますね。やっぱり山側のこう蓄積された草とかもね、落としていくとすっきりした風通しがいい感じになってますね。なんか理容室行った後のね、なんか最後のこのちょっとはみ出た毛とかをこう綺麗に整える作業に似てますね。やっぱね、別にこのまま置いといてもいいんですけど、ちょっと気になっちゃって、ちょっとはみ出たやつやっぱね切りたくなるんですよね。やっぱこの最後に作業前作業後の写真撮ったりするじゃないですか。やっぱり出来栄えがね汚く見えるっていうのはね、やっぱねなんか気になるもんで、ちょっと変なこだわりが出まして、必要以上に今やってますね。結局 6往復ぐらいしたのかな。なんかいろいろあちこち行ってるんで数えきれないんですけども、今7往復目してそうですね。結構やってるな。気になるんでね、あちこち、行っては戻って行っては戻ってですね。この辺りあまり草の変化が見えないので、もう40倍速で高速で進めさせていただいております。はい、走行しているうちに作業終了です。はい、ということで無事に作業終了しました。現在時刻は16時3分ですね。11時からスタートしまして、現在このような感じに仕上がりました。途中ねランチにお誘いいただいてご飯行ってたりしたので、時間がちょっと伸びたのもありますけども、ちょっとやってるうちに必要以上にっていうかね、もともと予定した以上にちょっと刈り込んでみたりとかして、すっきりさせてしまいました。はい、ちょっとねやってるうちにギアが入ってしまうというかね、そんな感じですね。はい、じゃあですね、この上の段も見ていただきましょう。はい、こんな感じで獣道っぽくねちょっと刈ってですね、はい、こういった木伐採しまして、はい、しばらくは飛び出ないようにねしています。はい、こちらも切りました。ですね。はい、とりあえずね道に草が出て通行の邪魔にならないようにというのが目的ですから、その意味では割と1メートルぐらいフェンスから刈り込んであるので、しばらくは出てこないんじゃないかなと思います。ただやっぱり植物ですから非常に成長が早いので、今後どうなるか分かんないですけどね。はい、でもまあ気持ちよくなりました。ここ入るまでは全く前が見えないような状態だったので、気持ちよくなったんじゃないかなと思いますね。はい、このフェンスの全長が19メートルありましたね。はい、こちらを
こちらの周りですね、表裏、はい、見比べてもらいましょう。すっきりですね。すっきりですね。はい、こんな感じで作業終了となります。よいしょ。はい、この後刈り取った草たちを処分所に持っていく作業もちょっと同行したいと思います。とりあえず本日はお疲れ様でした。はい、ということで作業終了しました。現在時刻は16時3分ですね。11時から作業スタートして5時間経ったんですけども、途中ランチにお誘いいただいてちょっとの間が空いたりしたので、こういった時間になったということと、やってるうちにちょっとこだわりが出てきまして、このフェンスギリギリまできっちり刈り込みたいっていうのとね、この下の笹とかをきれいに刈り込むというね作業をしたくなっちゃったので、時間がかかってしまいました。でちょっとね笹をわざとこれ残してるんですね。土が山から落ちてくるのを防ぐためにもあるので、ある程度笹は残しとかないといけないと。じゃないとね下がもう泥だらけになっちゃうんですね。はい、このフェンスの長さ全部で19メートルありましたね。それを結局5時間かけて周りをすっきりさせるということをしましたね。はい、きれいになりましたね。それでは上側も見ていただきましょう。右手に山ですね。そして左に道路がありまして、この間にフェンスがあるわけですけども、山側から草が飛び出てこないようにいろいろこんな感じでね刈り込みをしました。いつも僕がやってるのは草抜きですけども、今回草刈りですので、このような仕上がりになっております。途中ね、毛虫とかいろいろ出てきましたけども、こういった枝を切って、しばらく生えてこないように伐採もしましたね。枝の伐採とかもして、とりあえず道に出てきそうなものはこのように刈り込んでいきました。なかなか葉っぱでね、だからこのフェンスの間がだんだん傘が増していってる感じがしますね。歩いた感じふわふわします。はい、こんな感じで綺麗になりました。はい、処分場に来ました。はい、これを刈草場に落としますね。はい、なるほど。よいしょ。おお、なるほど。一気に落ちるんだ。面白。で、あっちが枝ですね。剪定枝の方ですね。で、こっちが巨木たち。剪定枝。なるほど。で、この後計量して処分代を払います。はい、こんな感じでお仕事を1日させていただきまして、いただいた作業料の方が15,000円でした。しかしこの後にお見せするプラスアルファの作業がありましたので、さらに5,000円いただきまして、結局20,000円いただきました。ありがとうございました。それでは追加作業の方を見ていただきましょう。そこまで大変な作業ではなかったんですけど、ただ切った丸太をですね上まで運ぶというだけの作業でした。本当にもう一瞬5分もかからないような作業でした。もう本当にもうプラス5,000円というのは心付けだなというふうに僕は思っております。さらにねご飯までいただいちゃって、本当に至れり尽くせりのお仕事でした。ありがとうございます。さあ、はい、このね今日切りたての丸太、これちょっと枯れてた部分ですね。はい、自然にやっぱり生えてる木でもね弱ってきてこう枯れちゃったりする部分がね、それを切ってあげないとね全体腐っちゃいますから、はい、昨日お医者さんみたいなことしてましたね。はい、そして初体験なんですけど、ちょっとねロープをつけて、昨日ね高いところまでちょっと登らせていただきましたね。ムカデというはしごを使ってですね上の方まで登って、で上の方にある枝に、ロープを命綱をつけて登っていくと。でここでちょっとノコギリを取り出してですね、隣にある枝打ちをしたりとかしてね、
ちょっとした林業体験みたいなことをやらせていただきましたね。まあこういったね作業をさせていただくといろいろさらに装備が必要になってくるなっていうのをねほんと実感しますね。はい、これも買った方がいいよ、あれも買った方がいいよとかね、軽トラ買った方がいいよとかね、いろいろ皆さん書き込んでくださるんですけど、はい、それはもちろん僕も買いたいなと思っています。ただ財力がないので皆さんぜひともその財力を得るためにもですね、この動画にまずはいいねボタン押してみてください。そうすることでたくさん再生されるようになりますので、そうなると広告収入が入ってきて軽トラを買うことができたりチェーンソーを買うことができたりすると思いますので、そうなるといろんな作業動画をお見せすることができるようになりますので、ぜひとも作業の幅を広げるためにもご協力いただければと思います。ということで今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた。